こんにちは、さとみです。多国籍な食の都、ニューヨーク。星の数ほどあるレストランの中からニューヨークのグルメ動画、今回は第2弾。予約に大苦戦、本当に行く価値ありの名店8選をご紹介します。予約を取る方法やどうすれば利用できるかのヒントも教えちゃいます。大人気で美味しいニューヨークグルメ旅始まります。一つ目はシカゴ初の人気バーガーレストラン、オーシーバル。カジュアルで活気ある隠れ家ダイナー的な雰囲気の中で食事を楽しむことができる。前回のバーガー紹介でなぜこのお店をチョイスしなかったのかというと、私の一押しは見た目のインパクト100点、この牛の骨の脂身、ローステッドボーンマロー。トーストの上に骨から削いだ脂身を乗せていただく油糖さん必見。そして特別な魔法のソースにディップして食べるサンドイッチ。なぜかさっぱりパクパク食べられてしまう。これがたまらないんです。ビジュアルから美しいバーガーも最高に美味しいけど、とにかく必須なのはボーンマローとサンドイッチ。席数が多く、数日前であっても予約が取れることが多いので、ネットをしっかりチェックしてください。そして2つ目はオーシーバルのオーナーが2016年にニューヨークウエストビレッジに開業したプライムリブ専門店のフォーチャールズ。オーシーバルとはまた違った雰囲気の隠れ家かつアダルトムーディーな雰囲気。お店の席がかなり限られていることもあり、予約困難中の困難。ステーキハウスといえば牡蠣。まずは生牡蠣をいただきました。そしてメニューを見て惹かれてしまった大トロタルタル with キャビア。これがやばいんです。最高級なのがわかるフレッシュな大トロ。贅沢キャビアと合わせてトーストに乗せるんです。一瞬でなくなってしまう儚い食事。大げさに聞こえるかもしれないけど、私はこの大トロタルタルを食べた瞬間、今までの食事史上最も幸福を感じました。もちろんお店の名前になっているだけあって、プライムリブも必須です。一般的なステーキとは全然違くて、概念が覆されました。新鮮なお肉をいただいていると実感できるステーキでした。予約を取ることは本当に難関なんですが、お店の開店時間前に行って、私の場合は開店の30分前に着くように行ったんですけれども、ウォークインで入ることができるので、この開店前の時間がおすすめです。入店時に全員が揃っていないと NG なので注意してください。3つ目は5番街のルイ・ヴィトンの新フラッグシップストア内にあるルイ・ヴィトンカフェ。ライブラリーカフェをコンセプトに、壁面に本棚が並び、たくさんの書籍がディスプレイされています。インテリアはレトロモダンな家具、ルイ・ヴィトンのモノグラム入りのプレートやお皿など、細部までブランドで溢れている空間です。ミシュラン獲得の経験があるシェフによる目でも舌でも楽しめるラグジュアリーなカフェレストランです。こちらも話題で大人気のため予約を取るのは本当に大変。キャンセル待ちをひたすら狙うというのも手なんですけれども、私の場合、朝一番お店のオープン30分前に並んでウォークインの席を獲得できました。食事はどれも凝っていてまるでアートのよう。
卵の形の器に入ったムースにふわもちっとしたワッフルをディップしていただいたり、サーモンとクリームチーズをカリッとしたワッフルに乗せて食べたりと、食べ方も楽しい。ルイ・ヴィトンのロゴのデザインのラテやケーキは SNS 映えになっておすすめ。見た目だけでなくしっかり味も保証されています。4つ目は1950年代のイタリアン・アメリカンレストランを現代風に再現した高級店カーボーン。クラシックなパスタやシーフード料理が特徴で、洗練された雰囲気の中で食事を楽しめます。私がカーボーンが大好きな理由の一つが、とっても気前がいいところ。最初にお通し的な前菜セットを無料でサーブしてくれるんです。このトースト、プロシュート、オリーブオイル、モッツァレラチーズが全部ついているなんてお得感すごいですよね。こちらは生の牛肉のカルパッチョ。さっぱりしててペロリと食べられちゃう。絶対に食べたいのがスパイシーリガトーニ。濃厚かつ癖になる味。ニューヨークで一番有名なパスタと称されています。レモン味のトルティーニの下に繊細なミートソースが敷かれたトルティーニアルアグや大きなミートボール、どれも本当に美味しいんです。お口直しのミニケーキもなんとサービス。来店した時は誕生日が近かったので、イースターのお祝いにかけて卵のチョコを投げてくれました。何度でも来たいと思えるニューヨークのイタリアンです。5つ目はザ・モダン。ニューヨーク近代美術館モマに隣接するミシュラン2つ星の現代アメリカ料理レストラン。洗練された料理とサービスで特別なダイニング体験を提供しています。完全予約制で静かな空間の中、本格コースをじっくり楽しめるメインダイニング。ウォークインでも OK、 カジュアル高級感を味わえるバールーム。キッチンの活気ある様子を間近で感じながら食事体験ができるキッチンテーブル。この3つの楽しみ方があります。私が体験したメインダイニングではモマのお庭を見ながらフレンチモダンアメリカンを楽しむことができました。名物の XON、XON、X は卵×フライドエッグソース×キャビア。トーストしたブリオッシュにディップしていただくのが大人気です。美術館という特別な空間で楽しむモダンな食事はいかがですか？6つ目はザ・パームコートアット・ザ・プラザ。アフタヌーンティーができるホテルはニューヨークにもたくさんありますが、私のベストワンはザ・パームコート。プラザホテル内にある歴史高いレストランです。高い天井やステンドグラスドーム、パームツリーなどグランド感あふれる豪華で優雅なクラシック空間とともに伝統的なサービスを提供してくれます。ハイティーに並ぶ食事は一品一品丁寧に作られていて、
美味しい紅茶でゆったりとした時間を過ごすことができます。サーモンが肉厚で美味しい。このスコーンが特に美味しかったな。ハイティーに加えてこのチーズケーキも配ってくれました。誕生日ということを伝えていたので、最後にチョコレートケーキのサービスまで。さすがに食べきれなかったので持ち帰らせてもらいました。ホームアローン2に登場する憧れのプラザホテル。宿泊はハードル高いけど、アフタヌーンティーはいかがですか？7つ目は、創業1977年、老舗の本格ステーキチェーン、スミス&ウォレンスキー。看板の緑と白のサインが目印で、店内は2階まで広々のキャパシティです。アメリカの農林水産省にあたる USDA プライム牛肉を28日以上熟成させて旨味を凝縮させる調理法で、自家熟成&手切りと品質へのこだわりの強さが売りです。メニューが木の額縁に入っていて趣を感じる。最初にこんなに種類豊富なバゲットが、食べ過ぎ注意です。大きなシュリンプカクテルを前菜に、ステーキハウスで必ず注文するベーコン、そして定番メニューのプライムリブを注文し、3人でシェアしてみんな満腹でした。付け合わせのポテトだけでもお皿が半分埋まっちゃう。ステーキハウスは基本どこも量が多いので、3人以上で行くのがおすすめです。私たちは満腹で食べられなかったけど、デザートもこんなに充実していました。最後は世界中にレストランを展開するフレンチの巨匠ジャン・ジョルジュ。彼が1991年ニューヨークで初めて開いたのがこちらのジョジョ。外観はお家のよう、タウンハウスを生かした作りで、カジュアルながら上質な雰囲気に仕上げられています。高級フレンチの中でも比較的安価な価格帯で楽しめるのが魅力です。おしゃれなお家でディナーをいただいているような居心地の良さを感じる。エビにまとわれているドレッシングがとてもクリーミーで美味しいサラダでした。メインは鴨肉とホタテ。お肉もシーフードも楽しめるフレンチの醍醐味です。デザートは甘いチョコレートプリンで締め。人気店ではありますが、他のジャン・ジョルジュのお店よりは予約が取りやすいかも。ぜひネットで確認してみてください。いかがでしたか？いろんなジャンルの心からおすすめできる私のお気に入りのお店をご紹介しました。本当にどれも大好きなので優劣はつけづらいですが、もしまた私がニューヨークに行く機会があったら、また必ず訪れたいと思うお店を星3つにしました。ニューヨークに住んでいる方の特別な日に、旅行される方にとっての貴重な一食に、ぜひ参考になれば嬉しいです。次回の舞台は日本。こちらもグルメが止まりません。函館2泊3日弾丸旅行の様子をお届けします。ぜひ楽しみにしていてくださいね。
感想や質問がありましたらコメントしてくださいね。また、インスタグラムでは毎週の動画のアップ情報をお届けしています。YouTube のコミュニティも毎週更新していますので、覗いてみてくださいね。それではまた次の動画で。バイバーイ。